アル・バラ・ビン・アジブのナレーション。預言者、彼の上に平安と祝福あれは私にこう言いました。寝るときはいつも、祈りの時と同じように清め、ウドゥをし、横になるか右側を向いてこう言いなさい。اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك أملجأ والأمنجى منك لا وإليك اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت 意味、顔文字、しかめっ面、あったーよ。私はあなたに身をいね、すべての事柄をあなたに託し、あなたへの希望と恐れを持って、あなたの祝福をあなたに託します。あなたから逃れることはできず、あなた以外に保護と安全の場所はありません。あったーよ。私はあなたが掲示したあなたの書、クルアーンと、あなたが使わしたあなたの預言者、ムハンマドを信じます。そして、もしあなたがその夜に死ぬなら、あなたは信仰、すなわちイスラームの教えを持って死ぬでしょう。上記の言葉を、眠る前の最後の言葉としてください。私はそれを預言者、彼に平安と祝福あれの前で繰り返し、あったーよ。私はあなたが掲示したあなたの経典を信じますと唱えたときは、ラスリカ、そしてあなたの使徒と言いました。預言者、彼に平安と祝福あれは、いいえ、代わりに、ワナビーカ・ラディ・アルサルタ、あなたが使わされたあなたの預言者と言いなさいと言いました。サヒーフ、アルブハーリー247。ハディースの解説。このハディースは、睡眠の作法と、横になる際に何を言うべきかについて説明しています。アルバラー・イブン・アズイブ、アッターの慈悲がありますようには、預言者、彼に平安と祝福あれが彼にこう言ったことを伝えています。寝床に入るとき、つまり寝床に入りたいとき、就寝前に礼拝の際の水黒いのように、完全な水黒い、ウドをしなさい。それから右側を下にして横になりなさい。なぜなら、それは活動を促進し、少しの睡眠で満足感を得ることにつながり、夜更けに目覚めやすくなり、心臓にもよりよく作用するからです。そしてこう言いなさい。神よ、私は私の顔をあなたに捧げました。こうして私は眠りにつくとき、私の魂をあなたに捧げ、それを信託としてあなたに託しました。私はあなたに私のことを委ねました。とありますように、私はすべてのことにおいてあなたに信頼を置き、あなたがすべてのことにおいて私を満たし、すべての災いから私を守ってくれることを望みました。そして私はあなたに避難を求めました。とありますように、私はあなたのそばに避難し、あなたの保護に避難を求めました。どうか眠らない目で私を守ってください。そして彼は言います。私はあなたに避難を求めました。彼が、そして私は私のことを委ねました。と言った後、それは彼が必要とし、彼の生活が依存し、彼の仕事が回転する事柄を委ねた後、彼が内的及び外的原因から彼を害し、苦しめる者から主に頼ることを示しています。私はそれをすべて願望から、つまりあなたの慈悲への希望から、そしてあなたとあなたの罰への恐れから行いました。あなたからの逃避はあなた以外にはなく、あなたの罰からの非難はあなたの許しと許しに頼ること以外にはありません。慈悲深い中の慈悲深い方よ。私はあなたが掲示した聖なるクルアーンを信じます。そして、あなたが使わした預言者、ムハンマド、彼に神の祝福と平安あれを信じます。そして預言者、彼に神の祝福と平安あれは、そうする者への報いについて私たちに告げました。その夜、そのような状態で死ぬ者は、イスラームの教えと人類の最良の行いに従って死ぬのです。アル・バラー、彼にアッターの慈悲あれはこの有益な祈りを暗記することに熱心だったため、アッターの使徒、アッターの祝福と平安あれに、あなたの預言者ではなく、あなたの使徒と繰り返しました。アッターの使徒、アッターの祝福と平安あれは彼を訂正しました。繰り返した理由は、預言者と使徒という二つの立場を結びつけ、二つの祝福を列挙するためでした。また、使徒という用語にはガブリエル、彼に平安あれや彼のようなものも含まれるため、言葉の曖昧さをなくすためとも言われています。これは追悼と祈願であるため、他の説にはない特別な意味を持つ可能性があるため、正確な表現に限定されるべきだとも言われています。このハディースは、預言者、彼に平安と祝福あれがこの世と来世における運魔、同胞への配慮、そして彼らが全能の神への服従と近づきの状態で臨終を迎えるべきであることを示しています。また、就寝前に沐浴と祈願を行うことを推奨しており、ムスリムが最後に全能の神を想起することがその目的です。このハディースの恩恵には、以下が含まれます。寝る前に祈願を行うのは望ましいことです。なぜなら、魂は眠っている間に奪われるかもしれないからです。そうすれば、祈願は最善の行いの一つであり、彼らは沐浴で行いを終えたのと同じです。
寝る前に沐浴を行うことは、清らかな状態で眠るために推奨されます。魂は眠っている間に奪われるかもしれないからです。沐浴によって行いを終えることで、彼の原子はより真実味を帯び、睡眠中のサタンの操りからより遠ざかるでしょう。有益な知識を聞いた人は、それを繰り返し唱えるべきです。そうすることで、それは記憶に定着し、深く刻み込まれるでしょう。何かを聞いた後、まるで聞いたこともなかったかのように無視する人とは異なります。寝る前に行うべきスンナには、沐浴ウドゥ、右側を下にして寝ること、そしてこの偉大な記憶とともに祈願を行うことなどがあります。